こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は今後2026年に発売日初日からゲームパスに追加されることが決定しているタイトルをまとめてご紹介します。大量の作品を一気にご紹介しますので、どんなタイトルがゲームパスで遊べるのかをぜひチェックしてみてください。TCG カードショップシミュレーター2026年初頭発売。発売日初日からゲームパスに対応します。トレーディングカード店を経営するシミュレーションゲームです。プレイヤーはショップのオーナーとしてカードや関連商品を仕入れて販売。商品の陳列からレジ打ちもこなす必要があり、販売価格は市場の相場を参考にして設定することが可能。少しずつ収益を上げながら販売ラインナップを拡充させていくことができます。また、カードのブースターパックを自分自身で開封し、コレクションしたり、バラ売りしたりすることもできるとのことです。めちゃくちゃ面白そうで沼になりそうなゲームですね。楽しみです。スーパーミートボーイ 3D 2026年初頭発売。発売日初日からゲームパスに対応します。ミートくんが 3D になって帰ってきた。本シリーズは肉の塊ミートくんが一撃食らえば引き裂かれ血まみれになり爆散してしまうのが魅力の超高難易度アクションゲームとなっています。過去作では高めなテンションとかパロディネタ満載なのも魅力でしたね。私めちゃくちゃ大好きなシリーズなのでものすごく楽しみにしています。ロードサイドリサーチ2026年初頭発売。発売日初日からゲームパスに対応します。人間に扮したエイリアンとなってガソリンスタンドの店員として働いていくシミュレーションゲームです。本作ではガソリンスタンドの店員として商品の陳列や補充に注文、それに給油などを行いつつ立ち寄った客から密かにデータ収集していくこととなります。しかし、あからさまな動きをとってしまうと迷惑メーターが上昇し、政府職員が訪問してくるため、なるべくバレないように任務をこなしていく必要があるとのことです。最大4人協力プレイにも対応するとのことで、仲間内で遊ぶと盛り上がりそうな作品ですね。ハイオンライフ2、2月16日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。2022年にリリースされたハイオンライフの続編ですね。気も可愛いシャベル銃とともに異星人と戦っていく SF/FPS ゲームです。シャベル銃は様々な種類があって、性能はもちろん、性格もみんな異なります。ただ、撃つだけではなく、ジャンプやグラップリングを利用した様々なアクションが用意されていて、すごく気持ちいい戦闘を楽しめる作品となっています。ただし残念ながら今作も前作と同様に日本語には未対応となることが発表されています。リプレイスド3月12日発売。発売日初日からゲームパスに対応します。2.5D で描かれた SF なサイバーパンクの世界観を舞台にしたレトロフューチャーアクションゲームです。シネマティックでハイセンスな演出と過激なアクションを楽しめると明かされており、スムーズなアニメーションにも注目の一本となっています。長らく延期が続いていましたが、ついに発売日が決まりましたね。電車アタック2026年春発売。発売日初日からゲームパスに対応します。悪の企業未来堂の陰謀によって封鎖されてしまった日本を舞台にしたハイスピード電車アクションゲームです。本作では一人の少年として電車に乗り込んで九州から大阪や東京、北海道など日本列島を縦断し未来堂の陰謀を阻止することになります。電車はものすごいスピードで爆走し、スケボーのトリックのような技を繰り出すことが可能な他にもボスとの戦闘も用意されているとのことです。ヴァンパイアクローラーズ2026年発売。発売日初日からゲームパスに対応します。バンサバの世界観を引き継ぐスピンオフ作品です。本作はダンジョン探索型のローグライクデッキビルダーとなっていて、一人称視点の 3D ダンジョンを探索し、敵とのバトルを行っていくことに。戦闘はターン制のカードゲームとなっていて、バンサバと同じキャラにアイテムなどを利用しながらも全く違ったゲームプレイを楽しめる作品になると明かされています。ビースト・オブ・リンカーネーション
2026年発売日初日からゲームパスに対応します。世界崩壊後の日本を舞台にした 3D アクション RPG です。なんと開発はポケモンシリーズでおなじみのゲームフリークが担当。本作では汚れ人として疎まれてきた主人公のエマと腐食犬クーとして機械生命体や怪物たちと戦い、美しくも過酷な世界を冒険していくことになります。なお今作は日本語字幕だけでなく日本語音声にも対応することも明らかになっています。まさかのゲームフリーク最新作、和風アクション RPG でオープンワールド、続報が楽しみな作品ですね。レアのゴースト・アット・ザ・グランド2026年発売日初日からゲームパスに対応します。掃除シミュレーションにパズルの要素、またアクションやホラー要素なども含まれる様々なジャンルを組み合わせた新作 FPS です。今作では古びたホテルの相続人となった主人公としてホテルを改装していくことに。しかし夜になると幽霊が出現するので昼間はホテルの掃除を、そして夜には幽霊を撃破していくといったゲームシステムになるとのことです。ウィッチブルック2026年発売日初日からゲームパスに対応します。魔法学校を舞台にしたシミュレーションゲームです。今作ではウィッチブルック大学の生徒として魔法使いになるための知識や技を磨いていくこととなります。授業では魔法陣の書き方やほうきの乗り方などを学ぶことができたり、ポーションを作ったりすることも可能。放課後には友人と遊んで交友を深めることができたり、アルバイトを行ってお金を稼いだり、魔法で家具を配置するハウジング要素も存在するとのことです。なお今作は最大4人のマルチプレイにも対応し、フレンドと一緒に遊ぶこともできます。ミックステープ2026年発売日初日からゲームパスに対応します。過去にゲームパスに対応していたジ・アートフルエスケープの開発元による最新作となります。本作は80年代から90年代の頃の雰囲気を感じさせるアドベンチャーゲームとなっていて、廃墟となったテーマパークに忍び込んで写真を撮ったり、車の後部座席から花火をしたりなど、危険なことも楽しい3人の高校時代の青春物語が描かれていきます。アウェイシス2026年発売日初日からゲームパスに対応します。様々な動物たちをモチーフにした4人協力型のアクション RPG です。今作では物理演算が用いられており、敵も味方も自分自身もぶっ飛ばしたり、ぶっ飛んだりするようなアクションを楽しめると明かされています。なお BGM の方はメトロイドやマザー2などを手掛けた田中宏和さんが務めるとのことです。ウェイパーワールド2026年発売日初日からゲームパスに対応します。記憶をなくした主人公として悪夢の中を探索し、トラウマと呼ばれる敵を倒していく 2D アクションゲームです。本作はセキロやブラッドボーンから影響を受けて開発されており、パリーや回避が重要となる重厚なバトルを楽しむことが可能な、いわゆるソウルライク作品となることが明かされています。アフェリオン2026年発売日初日からゲームパスに対応します。ライフイズストレンジでおなじみのドントノットの最新作です。未知の極寒の惑星を舞台にしたストーリー重視の SF アドベンチャーゲーム。本作では負傷した仲間を救出するべく氷に閉ざされた世界を探索し、険しい地形や変化する環境に立ち向かっていくことになります。ダンスボンベやグラップリングフックなどといったツールも存在していて、同じくドントノット開発のクライミングアクションゲームジュサントに似たようなアクション要素もありそうですね。レゾナンスア・プレイグテイルレガシー2026年発売日初日からゲームパスに対応します。ネズミを操ることができる弟のユーゴとお姉ちゃんのアミシアの2人の逃避行アドベンチャーゲームプレイグテイルシリーズの最新作です。本作ではシリーズ2作目であるプレイグテイルレクイエムの15年前の物語が描かれることとなり、主人公も変更、船乗りであるソフィアの自立を目指す物語が描かれるとのことです。
過去作と比べると戦闘の要素が強化されていて、ハリーを利用した激しくダイナミックな戦闘を楽しむことができると明かされています。サブノーティカ2、2026年発売日初日からゲームパスに対応します。水の惑星を探索していくサバイバルゲーム、サブノーティカの続編です。ソロでもオンラインでフレンドとも一緒にプレイすることが可能となっていて、友達と魅力的なバイオームを探検し、乗り物や道具、拠点を作って広大な謎めいた異世界で生き残りを目指して活動していくことができます。トロピコ7、2026年発売日初日からゲームパスに対応します。カリブの島国の大統領となって島の開拓と発展を楽しむ楽園シミュレーションゲームです。前作6から7年ぶりの新作になりますね。シリーズ最大規模を誇る最新作の7では20種類以上のサンドボックスマップを収録。市民と資金に忠誠を誓わせて、かつてない黄金の支配を築き上げていくことができます。ビーストロ、2026年発売日初日からゲームパスに対応します。狐のシェフ、タンコとして地元の飲食店の経営を行っていくファンタジーアドベンチャーゲームです。今作は料理作りとカードを利用した戦闘を組み合わせているのが特徴となっていて、様々な食材を利用して料理を行うミニゲームの要素とデッキ構築型のターン制バトルの両方を楽しむことができると明かされています。フリースタイルフットボール2、2026年発売日初日からゲームパスに対応します。一人が一人の選手を操作する5対5のサッカーゲームです。キャラごとの個性が存在しないリマッチと比べると、本作のキャラ12人にはそれぞれ独自の能力とプレイスタイルがあり、個々の能力を活かしたプレイが可能とのことです。また、10から20時間ほどの内容のストーリーモードも搭載。各キャラクターのシナリオを楽しむこともできると明かされています。プラネット・オブ・ラナ2、2026年発売日初日からゲームパスに対応します。2023年に発売されたプラネット・オブ・ラナの続編です。今作も前作と同様 2D のパズルアドベンチャーゲームとなっていて、主人公のラナとして相棒の不思議な生物ムイと共にロボットの進行によって破壊された世界を冒険していくこととなります。前作と比べるとボリュームアップしていて、より深みのある物語になると明かされており、マップとしては水中のステージが新たに追加。音楽の方は前作と同様に人食いの大足トリコの古川武史さんが手掛けると発表されています。アットフェイツエンド、2026年発売日初日からゲームパスに対応します。スピリットフェアラーや33イモータルズの開発元による最新作です。今作は美麗な手書き風のグラフィックが特徴の横スクロール型のアクションアドベンチャーゲームとなっていて、幻想的なファンタジー世界を舞台に王族の争いが描かれていきます。ちなみに33イモータルズは現在も日本語には対応していませんが、今作は日本語の対応が予定されています。Gears of War E-Day、2026年発売日初日からゲームパスに対応します。Gears of War 1作目の14年前を舞台に、再び主人公マーカスとしてローカスとの侵略を阻止するべく、ロムと共に立ち向かっていくシリーズ最新作となります。5がストーリーの途中で終わっているため、シリーズファンとしては続きはどうなるのって状況でもありますが、今作はギアーズのスピンオフ作品ではなく本編であり、4や5のストーリーを放棄したわけではないとも付け加えられています。いよいよのギアーズ新作、続報が楽しみですね。フォルツァホライゾン6、2026年発売日初日からゲームパスに対応します。オープンワールドレーシングゲームシリーズの最新作です。2021年にリリースされた前作5から実に5年ぶりの続編となりますね。今回の舞台は日本。東京の街はもちろん、海岸沿いや平野の水田地帯など開放的な道路も用意され、数えきれないほどの素晴らしい建物やランドマーク、名所などをゲーム内で再現していると明かされています。
こちらも続報が楽しみな作品ですね。ヘイローキャンペーンエボルブ2026年発売日初日からゲームパスに対応します。2001年に初代 Xbox でリリースされたヘイローシリーズの1作目、ヘイローコンバットエボルブのフルリメイク作品です。開発はアンリアルエンジン5を使用し制作されていて、グラフィックを全面一新、そして前日談となる完全新作のストーリーミッションが3つ追加されている他にも、シリーズを代表する9つの武器の追加にダッシュ機能も新たに搭載。また、クロスプレイに対応し、最大4人で協力プレイを楽しむこともできるようになっています。ヘイローは仲間内でワイワイ遊ぶのが盛り上がるので、4人協力プレイに対応するのはとても嬉しいですね。フェイブル2026年発売日初日からゲームパスに対応します。初代 Xbox や Xbox 360で発売されたかつての Xbox を代表する RPG フェイブルのリブート版となる作品です。本作は自分自身の決断によって英雄にも悪にもなれる物語が魅力のファンタジー RPG となっていて、リブートとなる最新作でも本作ならではの要素を引き継いでいるような雰囲気を感じられます。開発はフォルツァホライゾンシリーズを手掛けるプレイグラウンドゲームズが担当しています。フォルツァホライゾン6もリリースされますし、フェイブルの開発がどれだけ進んでいるのかも注目ですね。たぬきポンと夏の思い出発売日初日からゲームパスに対応します。たぬきのポンが主人公のオープンワールドアクションゲーム。ポンはたぬき祭りの開催までに荒れ果てた神社を建て直すべく郵便局で働くことに。本作の舞台は京都や青森、札幌、別府をモデルにした4つの街となっていて、荷物を配達しながら交流を深め、野球や寿司作りといった様々なスポーツやアクティビティを楽しむことも可能となっています。バックショットルーレット発売日初日からゲームパスに対応します。ショットガンを利用したロシアンルーレットゲームです。本作では賞金獲得のためにディーラーとの生き残りをかけた命の運試しに挑むこととなります。本来のロシアンルーレットでは運要素しかないものの、今作には様々なアイテムが用意されていて、そのアイテムの使いどころを見極めながらプレイしていくような作りとのことです。また、オンライン対戦にも対応し、2人から4人でのプレイも可能となっています。エコーウィーバー発売日初日からゲームパスに対応します。探索型アドベンチャーゲームザ・ワイルド・アット・ハートの開発元が手掛ける最新作です。本作は 2D 横スクロール型のメトロイドバニアになりましたね。探索や戦闘を行って新たなスキルを取得し、さらなるルートが開放されていくような作りになっています。そして今作はタイムループの要素が特徴となっていて、永遠のループに閉じ込められてしまった人々を救うといったストーリーが展開されます。ブロックワークレボリューション発売日初日からゲームパスに対応します。時空を超越する一人称視点のスチームパンク RPG です。偶然にも過去に旅することができる驚きの発明に出会ってしまった主人公として時間を遡り、様々な行動によって未来に影響を及ぼしていくこととなります。ピストルや電撃系の特殊武器などを扱ったり、また時間を操る能力を使うこともできるとのことです。ペルソナ4リバイバル発売日初日からゲームパスに対応します。アトラスが手掛ける RPG シリーズペルソナ4のフルリメイク作品です。詳細は明かされていないものの、今回のリメイクにあたって初めての方はもちろん、今までのファンの方にとっても新鮮で驚きに満ちた作品になると明かされています。私、ペルソナシリーズでは4が一番好きなので本当にすごく楽しみです。エビでやんらいジュネス。ということで今回は今後2026年に発売日初日からゲームパスに追加されることが決定しているタイトルをまとめてご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。
X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。